こんにちは、トバログです。今回はですね、普段ガジェットの話ばっかりしてるトバログとしては珍しく、今日は本棚の話をしていこうかなと思います。こう見えてトバログ結構本が好きでですね、割と YouTube とかブログとかそういうデザインだったり写真の撮り方だったり紹介する雰囲気とか企画とかね、いろいろなところで紙媒体からのねインスピレーションめちゃくちゃ受けてるんですね。中でも物にまつわる本が好きで、著者がね選んだものたち、セレクトしたものたちを情熱的に紹介しているみたいなものが本当に好きで、そういう本はね見かけたらつい買ってしまうんですね。普段ねトバログであんまりこういう本の話していないんですけども、実は今回ちょっと青山ブックセンターがすごく可愛らしいこのビビッドなね本棚を出したっていうところで、これ衝動買いしてしまったんですよ。なのでせっかくなら本棚をそのまま、動画とかで紹介するんじゃなくて、自分の好きな本についてちょっと語ってみようかなっていうのがあって、今回この動画を撮ってみています。僕が愛してやまないモノ本について紹介できると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。という感じで早速僕が愛してやまないモノ本たちを紹介していこうと思います。かなりねたくさん、これ15年ぐらいかけて集めてきたモノ本たちなので、いろいろねちょっと冊数がありすぎて、さすがにこの動画の中では紹介しきれないっていうところで、ちゃんとこちらこのめちゃくちゃ可愛いインテリアみたいな本棚 Anywhere ブックケースっていうやつにね入る本の数だけ紹介していこうかなと思います。これめっちゃ可愛くないですか？ちょっとねツイッターを見てたら流れてきて、これ可愛いと思って衝動買いしちゃったんですけど、青山ブックセンターとテントっていうところと、あと高谷太田さんっていうデザイナーの人たちが作っている本棚らしいんですけど、こんな感じでウェブサイトも可愛いし、なぜかパックマンみたいなゲームが遊べるっていうところで、せっかく最近この本棚を購入してみたので、これに入る分だけちょっと紹介してみようかなと思います。せーの。こんな感じでこの本棚の中に、このモノ本たちの中から特に何回も読み返して影響を受けてきた本たちをちょっと集めてみています。早速ね一冊ずつ紹介していこうかなと思います。どれから紹介していくかめちゃくちゃ難しいんですけど、やっぱり最初はこれなのかなっていう感じはしています。海外でも結構ね人気の高い、おなじみの本ではあると思うんですが、高城剛さんっていう方の、ライフパッキングという本です。これはねかなり、知っている人も多いんじゃないかなと思っていて、割と僕がね初めてこういうモノ本を認識したのがこの高城さんのライフパッキングだったと思います。もともとねカバンの中身とかが僕はすごい好きで、ウェブサイトとかでカバンの中身見たり雑誌とかを読んだりしてたんですが、この本に関してはこれ丸々一冊がカバンの中身の持ち物だけで、形成されているっていうものなんですよ。これはね相当こんな本というかこういうのあるんだっていうのをね、確か高校大学ぐらいの時に初めて知って、それで衝撃を受けたものなんですが、高城剛さんいろいろ雑誌の連載だとか、あと本を執筆していたり、そういうねイメージは強いんですけど、映像作家っていうところで世界中を飛び回ってね、ディレクションとか映像制作をしているみたいで、その中でどんどん世界を飛び回る中で厳選されていったアイテムを本当にミニマムな状態で紹介していく。だけど変なものもたくさん載っているっていう本ですね。例えばかなり影響を受けたのだと、こういうエネループとか、充電池当時高校大学だったのであんまり持ってなかったんですが、こういうね1年で200本使ってたのがもうこれだけになりましたみたいな話がここに書いてあったりとか、あとはこういう電動シェーバーの話で、高級な電動シェーバーよりも現地で買い直せる電動シェーバー、そして電気が通ってないところでも使える電池式がいいみたいな話とかをね、もう本当に自分の体験をもとにいろいろとこのアイテムを紹介しているんですよね。
今でこそ持ち物としては王道だと思うんですが MacBook Air 当時結構カバンの中身というとファッション寄りのものが多かったので、ガジェットをちゃんとねこう話すっていうのは珍しくてすごく楽しかった思い出があるんですが、こういうものからなんかこういうモバイル瞑想セットみたいな変なねアイテムが紹介されていたり、こういうビワの葉っぱとお灸みたいなね、そういうなんかこの高城剛さん自身の持ち物に対してねすごく細かくなんか本人じゃないとわからないような視点で紹介されているっていうのがすごくね印象的な本です。最初に僕が買ったのはこの1冊なんですが、その後にもねこういう感じで2020年とかあと2.1 とかいろいろシリーズ化されていて、最近では Kindle でもねこんな感じで展開されているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。はい、あとはこれかな。これもねだいぶトバログでは影響を受けて、なんか見せ方とかスタイルとかね写真の雰囲気とかはどっちかっていうとさっきの高城さんの本よりもトバログとして影響を強く受けたのがこのグルービジョンズの道具大全っていうやつなんですけど、これはさっきの高城さんの持ち物っていうのと対照的にこのグルービジョンズっていうデザインチームなのかな、デザインファームなのか、デザインチームなのかちょっと定かではないんですが、彼らが集めている持ち物をこうひたすら紹介しているっていうものですね。グルービジョンズはおそらくチャッピーっていうこういうね顔を作るアイコンシステムみたいなグラフィックシステムがあって、一度はおそらく誰かしらがねこれをアイコンにしてるっていう人見たことあるんじゃないかなと思うんですが、これを作っている人たちっていう感じですね。もちろんそれ以外にもミュージックビデオとか広告制作とかで、そういうの携わってるみたいなんですけど、僕が印象強いのはやっぱりこのチャッピーですかね。でこの本もねいいんですよね。この本いきなりこう見開きでこのカバーを開いた瞬間にもう1ページ目、そして1ページ目テントみたいなね、この見せ方すごいなと思っていて、これもさっきの高城さんのライフパッキングみたいに写真と文章でこう形成されているっていうスタイルでめっちゃかっこいいんですよ。この写真もそうだし、このね見せ方みたいなこのグラフィックの雰囲気とかがすごく好きで、これはやっぱりね何回も読み返している本ですね。基本的にはアウトドア系のギアとかそういうのが多くて、本当にね匿名性っていうところから文章に関してもそんなになんかね個性が強くないというか、これはなんとかかんとかでこういう風に使うものですみたいな淡々とね商品の説明がされているっていうのがね多いんですけど、どっちかといえばブログっていうよりかはカタログに近いような印象ですかね。こういう重さがねこういちいち載っているとかがね結構印象的ですね。僕の生活にはほとんど関係のないようなものばかりが載ってはいるんですけど、写真の撮り方とかこのね一枚一枚の単調になりすぎない見せ方がすごく好きで、写真のね雰囲気とかはすごく影響を受けますね。あとこの時代、これ刊行されたの2015年なんですけど、この時代からティーンエイジの OP1 取り上げてるんだみたいな、最近だとみんな知ってると思うんですが、10年ぐらい前にねすでに本で紹介しているみたいな、このなんか先進性とかもすごくかっこいいですよね。で結構衝撃的だったのが、このね1ページ目、このカバーを外すと表紙が最初の初めにみたいなのになってるんですよね。この見せ方すごいかっこいいなって感じです。このいきなり1ページ目が始まるんだけど、こっちを見るとこの初めにみたいなね、後ろのページもひたすら紹介しているアイテムで、一番この表紙の裏が奥付けになっているっていう、当たり前ですけどブックデザインもグルービジョンズが手掛けているっていう、このかっこよさはねやっぱ唯一無二というか、なんかすごく好きなスタイルですねこれは。はい、あとこれかな、モノ本とかいわゆるこういうねページ、こっち側に写真があって文章があるっていうスタイルの始祖なのかな、ベースとなっている、一番僕の持っているモノ本の中では刊行された年が早いものがこのソニャのショッピングマニュアルっていう本ですね。さっき紹介したのが2010年代の本なんですが、こちらはその10年前2004年の時点で刊行されています。いやっぱモノ本って時代を超えますね。モノ本って時代を超えるんだよな。こんなねもうものだから紹介しているものとかが古くなるっていうこともなく、本当にね
今読んでも新しいっていう、そこがやっぱ魅力ですよね。っていうところで、このソニア・パークさんっていう人は僕はねそんなに馴染み深くない人物ではあるんですけど、もともとは雑誌とか、芸能系とかそういうところのねスタイリストをされていた方みたいです。今はねアーツ&サイエンスっていうセレクトショップなのかな、プロダクト制作とかもやっているみたいなんですが、そこのクリエイティブディレクターを務めているみたいです。紹介されているものは本当に僕はね馴染みが薄くて、僕はあんまり服に興味がないんで、そんなにねこうガーって読んでうわこれ欲しい買うみたいな感じにはならないんですけど、この紹介している人の口調だったり体験から来るストーリーがめちゃくちゃ面白くて、別に欲しいわけじゃないんだけど、このソニア・パークさんの視点をフィルターをね通してこのアイテムを見ることができるっていう、すごくそこが参考になる本っていう感じですね。結構こういう本ってさっきの高城さんみたいに自分の使い方とかをブログっぽくね書くスタイルだったり、あとはグルービジョンズのさっきの本みたいに、説明口調でカタログっぽくするっていうね、割とどっちかに偏っていくイメージはあるんですが、ソニア・パークさんはその商品自体の説明と、あと自分の体験談から来るストーリーみたいなところがねすごくバランスよく紹介されていて、そこが読んでいて楽しいなと思います。紹介されてるアイテムはちょっとね馴染みは薄いんですが、たまにねこういうラミーみたいにこれ持ってる、この人がこのものについて書いたらどういう話になるんだろうみたいなところとか、あとはこんな感じで珍しくガジェットが載っているんですが、 GR1 リコーの GR1 の話を、自分の体験談、なぜ買おうと思ったのかとか、そういうところがねしっかりとこう書かれていたり、あとは個人的に面白かったのがモレスキンですね。当時はモレスキンのことモールスキンって呼んでいて、モレスキン派とモールスキン派で結構分かれてたと思うんですが、この時はねピカソが愛した手帳っていう感じで、そういう触れ込みで売られていたんですよね。そういう感じであんまりね自分には関係ないものたちもたくさん載ってるんですが、その人のフィルターを通して見るのが面白いっていう視点はね、やっぱりソニア・パークさんのこの本すごくいいですね。ちなみにこの方の本は何冊か出ていて、1から101と102から201、そして202から301までを僕は所有しています。いや、こんな感じで同じ想定で何かもね出せるっていうのはすごく、人気の証拠だと思うので、この本はねぜひ手に取ってもらえるといいかなと思います。はい、あとは比較的界隈の中では知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、ハイロックさんの I love FND フレッシュニュースデリバリーですね。いや、ハイロックさんは本当にね物選びのスタイルだったり、僕が好きなテイストとは違う方向性ではあるんですけど、考え方とか物の探し方みたいな、そういう視点はねすごく勝手になんですけど通ずるものがあるなと思っていて、そのねスタイルがすごく好きで、こんな感じで何回もねこの本は読み返しさせていただいてます。いや、ガジェットとかね結構載ってて、これ当時めっちゃ欲しかったなとかね、メディアスキンとかインフォバーとかそういうアイテムはもちろん結構ねガジェット寄りで、どっちかっていうとやっぱ僕たちのブログ世代にちょっと通ずるものがあるようなこの物選びの仕方がいいんですよね。結構ビビッドなものでアメリカンな文化のものをたくさんねこう取り入れているんですけども、一個一個は結構ごちゃつきそうな雰囲気で、なかなかこう買うぞってならないようなものなんですけど、なぜかハイロックさんが合わせていくとすごく調和されているというか、そのごちゃつきがね全てまとまって見えるみたいな、そのスタンスがすごくかっこいいなと思っています。でこのフレッシュニュースデリバリーっていうのはもともとね情報サイト、ブログに近いような情報サイトだったんですが、もともとハイロックさんがやっていて、僕がブログを立ち上げたのが2015年なんですけど、ハイロックさんは2015年までフレッシュニュースデリバリーを運営していたっていう、もう僕よりもね10年ぐらい先に進んでいるっていう人なんですけど、その人がいろいろと紹介しているものっていう感じです。一つのアイテムに対してそんなに分量がたくさんあるわけではないんですけど、その分物の紹介されている
物量が半端じゃないですね。これまで培ってきた、積み重ねてきたアイテムたちをどんどん紹介しているっていう感じなんですけど、例えばこういうねフリスクの話とかも自分の体験談をもとに、なんでこれ日本で売らないんだみたいな、でそれでお土産の定番になりましたみたいな話だったりとか、あとめっちゃ懐かしくないですか？なんかコスパのいい Bluetooth キーボードがついてくるって言って界隈ではちょっと人気だったんですが、ポケモンのねこのタイピングの DS 用のね、このキーボードが紹介されていたり、懐かしい。当時タイプ P と双璧をなして僕が欲しいと思っていたタイプ U っていうパソコンとか iPhone 用のこの懐かしくないですか、スライドするキーボードだったり、あとちょっとどのページにあるか忘れちゃったんですけど、めっちゃ印象的なのが Apple TV の話で、なんかね Apple TV もともと欲しいと思ってなかったんだけど、なんか Apple の人でこれをね Apple TV を旅行先に持ち運んで、旅行先のテレビにつないで使ってるっていうのを聞いてめっちゃ欲しくなったみたいなね、そういうエピソードがあって、個人的にそういう物欲の溢れ方あるみたいなね、そういうねエピソードがたくさん載っているっていうやつですね。実はこのハイロックさん、僕はねお会いしたことがあって、オフィスにも遊びに行かせてもらったんですが、その時にこういう風にねサインをいただいています。っていうのもこの流れで紹介するのは恐縮なんですけど、よいしょ、これはですねちょっと何も書いてないように見えると思うんですけど、これはトバログペーパーっていう今年自分でね執筆をした自費出版の本です。こちらもこれまで紹介してきたモノ本たちにすごい影響を受けて、自分の持ち物をひたすら紹介する本を作ろうと思って、トバログ10周年をね記念して刊行したものなんですけど、この中でハイロックさんとお会いさせていただいて、なんとねこんな感じで対談をしております。これハイロックさんのオフィスに遊びに行ってきたんですが、ここでね物に関する話とか、選び方とかね、そういう美学みたいな話をさせてもらっていて、この時にねこの本も持って行ってサインをいただいたっていう感じですね。ちなみにハイロックさんのオフィスめちゃくちゃかっこいいんですよ。こんな感じでデパートの2階を丸ごとオフィスにしてしまっていて、その中でね今まで集めたアイテムだったり、ハイロックさんらしいなみたいな置物があったりね、そういうかっこよさがめちゃくちゃあって、今回は対談のオファーさせていただいて、快く快諾していただいたっていうところです。いや、トバログもこういう大人になりたいですね。はい、続いてモノ本の話で言うと、これもねちょっと最近購入したものではあるんですけど、すごく面白くて何回も読み返してるってもので、岡尾美代子さんっていうスタイリストの方がね書いている本なんですが、これはねいいですね。なんかこのブログみたいな感じですごく柔らかい文章で、こういうねものだけじゃなくて考え方とか、こういうアイテム以外のねところについても結構触れているもので、なんか本当にブログを丸ごと一冊本にしたみたいな、そういうねゆるっとしてて、だけどすごく面白い、こういうねエッセイがたくさん載ってるんですよね。小さな贅沢みたいなとか、お顔ぐちゃぐちゃみたいなとこから始まるとかね、そういう感じでこのスタイルとかものについてもね触れている本があって、写真のこのレイアウトだったり、この見せ方とか、書かれてる内容とかも、これちょっと欲しくて気になってたんだよなとかもねあったりして、そういうこの見せ方とかもすごく好きで、これはねやっぱり今何回も読み返している本ですね。なんかこのサイズ感に収まってるのも良くて、やっぱこの写真とかもねすごくいいです。可愛いです。なんかいいわ、こういう感じ。本当に最近インターネットでこういう文章を読むっていうことすごく難しくなってる時代だと思っていて、結構このねブログ的なスタイルと、だけどこのアイテム紹介っていうところのね内容の面白さもかなり伴っているので、これはねぜひ読んでみるといいかなと思います。はい、続いてこれもね、そんなにすごく読むわけではないんですけど、パーソナルエフェクツっていう藤原宏さんが書いている本で、これもね結構物選び、ソニア・パークさんのスタイルと近いようなスタイルでね、結構ファッション寄りのものなんですが、こういうアップルのこういうアイテムについても書かれていたり、結構ね説明口調ではあるんですけど、本当にいろいろなアイテムがこういう風に載っています。これが刊行されたのが2009年ですね。僕が
高校1年生の時だと思うんですが、こんな感じでブラウンの目覚まし時計、最近は携帯で目覚まし使う人もいるけどやっぱアナログ時計っていいよねみたいな話がすでにねこの時にはされていたり、僕もこのブラウンの時計使っているんですが、やっぱいいものって時代を超えるよなみたいなところで結構ね、服の話が多めではあるんですけど、そういうガジェットとかもねたまに載っていたりして、やっぱりこの当時のトップを走っていたような人たちが選ぶものってめっちゃ面白いなっていう、そういう感じの印象です。当時ですでに2000年ぐらいからずっとダイソン使ってますみたいな話ですからね、デザインがいいなと思ってみたいな。ちなみに僕も余談なんですけど、この本を読んでこの仕様を購入したっていう思い出があります。あとは物の本ではないんですけど、結構何回も読み返してる本で言うと、ファイドンっていうね出版社が出しているモビテクチャーっていう本、これ日本でも確か和訳されているもの売られてるんじゃないかなと思うんですが、ベルリンに行った時にジャケ買いみたいな感じで見つけて購入をして、内容もめっちゃ好きだったので、ものじゃないんですけどこれも紹介したいなと思います。この自転車みたいなのの上にねこんな感じで、キャンピングカーみたいなのがついてるんですが、動かせる家っていう感じですね。これパーッとめくっていくと、本当にね、紹介されているカタログ的な感じなんですが、動ける家みたいな、こんな風にめっちゃ特殊なんですけど、自転車とかに乗せて動かす家みたいな、そういう感じのものが結構ひたすら載っていて、なんか秘密基地だったりとか、ハイエースの後ろにねデスク乗せて作ってみたいなとかね、そういうのをねひたすら考えてるタイプの人間としてはすごくこのなんかねこういうスタイル好きなんですよね。なんだっけこれ、トレーラーハウスとか小屋欲しいなとかね、もう10年ぐらい言い続けてるんですが、それをねこう欲しくなったりしたら、これを眺めながら、うわこの感じすごくかっこいいとか、そういうのをね見ているっていうこの本です。このねレイアウトもなんか一問一答っていうか、1ページに対して情報と、文章とこの写真が載っているっていうスタイルがねすごく、モノ本ではないんですけどモノ本に通ずるところがあって、この想定もすごくいいし、内容も面白いし、英語がねすごい読めるわけじゃないんで、本当に写真眺めながらこんな感じなんだとかいう話なんですが、そういうね感じでこうペラペラめくっていって読んでいるっていうものですね。はい、続いてこれもね面白いなと思って、ちょっと前に代官山の蔦屋書店で買ったものなんですが、スーパーノーマルっていう深澤直人さんとジャスパー・モリソンさんが共同でね展示をした、イベントを本にしたものですね。スーパーノーマルという名前の通り、なんかねいわゆるデザインされたものとかではなくて、本当に人が使うための日常に溶け込むだけど美しい機能的なものたちをひたすら紹介するっていう展示イベントがあったみたいで、最初にね開催されたこのイベントが2006年に東京でやったみたいで、そこですごく反響を呼んで世界中いろんな都市でね、開催されたデザイン展らしいですね。写真はねその展示会で撮られたものばっかりなので、なんか角度がちょっとね変な感じになっていたりとか、そういうのはあるんですけど、このね余白をすごい使ったレイアウトだったり、紹介されているもののねこういうスタイリングだったりみたいなところでね、結構トバログもね影響を受けたりしていて、余白感やっぱいいよなみたいな、こういう感じの端っこにだけ文章をギュッと載せるとかはちょっと動画でやってみたいなとかね、そういうのですごくインスピレーションを受けています。で時々こういう GR とかガジェット系のものもね取り扱われていたりして、おっとか言ってね読んだりするんですが、基本は英語なのでそんなにがっつり読み込んでいるっていうわけではないです。なんですけど、この想定なんて言うんだっけかな、こう内側に折ってこの表紙がもうこれ自体が表紙みたいなのだったり、この余白感とかがね使われていたりして、トバログも結構影響を受けましたね。はい、というわけで続いてモノ本、これはねトバログとしてはぜひ紹介させてほしいんですが、さっきも紹介した通りトバログが今年トバログ10周年をね記念して自費出版した、本当にもう自分でねゼロから作った本なんですけども、トバログペーパー、みんなはどうかわからないけど僕が本当に好きなもの
全然見えない。こちらはね、いろいろ物本好きとして本当にいろいろな物本を読んだ中で改めてね、自分の持っている持ち物をただひたすら紹介するだけの本を作りたいと思って、そんな思いから生まれた本なので、これは物本としてぜひ紹介させてほしいです。内容としては本当にね、自分の持ち物をひたすら紹介するっていうものになっていて、こんな感じでデスク周りのアイテム、普段使っているこの机だったり椅子だったり、あとはこんな感じでパソコン的なところとか、これガジェット周りのね話もひたすら載っけているんですけど、MacBook ですね。 MacBook の話、悔しいけどこればかりみたいな感じで、そういうねエッセイ調で本当にいろいろなアイテムを紹介しているっていうところです。こういうね写真の撮り方とかもいろんな物本とかを見たりしながら、なんかこう普通すぎないように撮りたいなとかでね、結構試行錯誤してね撮っているものだったりします。このページの写真だけでも本当に何時間かかったかわからないぐらいね、結構この見せ方普通になりすぎないよう、単調になりすぎないようにね頑張って撮ったんですけど、全てね自分で文章も写真も手掛けています。でガジェットはもちろんなんですけど、こういうちょっとした持ち物、インテリア的なものだったり、あとはこうペラペラとめくっていくとカバンの中身に入れてるもの、さっきもねソニアパークさんの話で出てきたと思うんですが、ラミーの話、これは中身ジェットストリームに入れ替えてますよとかね、そういうなんでこれを買ったのかとか、どうしてこれに出会ったのかとか、そういうのをね話しています。あとゲームボーイミクロとか、これアメリカに行った時に確か飛行機の機内で撮ったんですけど、ゲームボーイウォーズ、ファミコンウォーズねめっちゃハマってて、それをプレイしてる時に撮った写真なんですが、このゲームボーイミクロ今めっちゃ高いんですけど、当時100円とかで購入できたんですよねみたいな話とかもね盛り込んでいたり、本当に物の選び方とか買った理由って千差万別だと思うんですが、これはね自分のトワログがなんで買ったのかとか、そういう思いをねひたすらぶつけている本ですね。ガジェットもそうなんですけど、結構こういう感じで暮らしの道具についても触れていたりして、椅子とか、あとこういう照明とかね、たくさん本当に持ち物について全部紹介したんじゃないかっていうぐらいね、たくさんのものを紹介しているので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいなと思います。こちら概要欄の方から購入できるので、ぜひ購入していただけると嬉しいです。こんな感じで本当に224ページ全て書き下ろし取り下ろしっていう感じなので、結構頑張りました。やっぱりね物本がすごく大好きなので、これまで読んできた物本にも負けないように自分の思いとかものをねかっこよく見せたいと思って頑張って作っています。はい、というわけで今回は物本にフォーカスをしてトバログの本棚の中身を軽く紹介してみました。やっぱりね物本はいいですね。結構ね学生時代から物本見つけたら集めて買うようにしてるんですけど、やっぱりねこうペラペラとめくっているうちに、なんかこれ欲しいなって思うものに出会えたり、逆に自分が持っているものでこういう使い方していて、この人はこんな思いで買ったんだっていうね、そういうなんか物を通じて人がつながるみたいな、そこがね知れるのがすごく楽しいですね。最近はやっぱりインスタグラムのリールとか YouTube のショートとかね、どんどんコンテンツの消費スピードが速くなっちゃってね、物本みたいにやっぱ1年とか半年とかかけて作るような媒体とはね、ちょっとあんまり最近は時代性が違うのかなっていう、すごいねそこは寂しく思うんですけど、僕の中でなんでこの10年20年前の物本が今でも新しい気持ちで読めるのかっていうのをねちょっといろいろ考えてみたんですけど、一つはやっぱね新しい情報に出会うためっていうのが目的ではなくて、その人その著者さんの考え方とか、なぜこれを手に入れたかのストーリーだったりとか、そういうのをね覗いてみたいっていうところがやっぱり一番大きいところなんだなと感じています。自分も発信者として日々ね新しいものをどんどん追い求めて紹介していくっていうのを職業としているんですが、単なるものにねフォーカスしているっていうよりかは、これまで買ってきたものの選び方だったり、考え方、単なる消費行動ではなくて自分のアイデンティティを構築していくかのような、自分自身をこう物によって作り上げていくかのような、そういうところをねこの物本たちは見せてくれるので、それがすごい好きなんだなと思います。
この話については実はトバログのこのモノ本のね後ろの方のコラムに愛すべきモノ本たちっていうページがあるので、ぜひねトバログのこのモノ本もチェックしてもらえると嬉しいです。概要欄の方にリンクを貼っておくっていう宣伝をね挟んじゃうんですが、やっぱり物について語る本はそこがね本質的ですごく楽しいなと思います。はい、というわけで今回はこの動画トバログの本棚モノ本編を紹介してみました。いろいろね本当に本とか雑誌に学んできた10年20年だったので、今後もこういった機会があれば、そしてこの動画が人気だったらまたね続編紹介していこうかなと思います。はい、というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録お願いします。あとはいいねボタンとコメントもぜひぜひお願いします。今回紹介した本とかに関しては概要欄にもねリンクを載せておくのでぜひチェックしてください。そしてトバログのモノ本もぜひ購入お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。